こんにちは。今回は無色転生第2期第23話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。シルフィー派だったけどロキシー派に寝返りそうな自分がいる。どちらか選べと言われたらロキシー選ぶわ。ルディが流されるままで本当こいつダメだな。弱っているところにつけ込まれた形だからな。あの状況で逆らえる男はいないだろう。ノルンブチギレるぞ。ブーデースガリガリでわろた。ロキシー来ないとマジで餓死してたんじゃね。朝チュンか。朝チュンは似てです。ロキシーが尊すぎて涙出てきた。古今東西あらゆる漫画アニメで頂点のヒロインじゃなかろうか。まさに神。いかん。ひどいですよ、あんまりですよで。うるっときた。これは円盤で解禁ありか。何回かアニメで見るとこんなもんかって感じで終わった。事後のセリフもカットだな。CM では言ってるのに。エリナリーゼが後押しするんかよ。愛欲の沼を泳いで数百年の酸いも甘いも噛み分けたばあさんだぜ。酒場での会話カットか。きちいな。マーヤや駆け足なのは残念だが、濡れ場のどぎつさもそれほどないし、ロキシーから仕掛けた説得力もあって、まあまあいい構成で終わったと思う。次回最終回で調ばるんか。あ、次はいよいよノルンに報告。つれえな。まあノルンちゃんがラスボスですんで。シルフィ、中に誰もいませんよ。悲しみの。原作未読だけど、いろんな意味でのルンと修羅場だろこれ。一夫再生ってリアルでも割とあるんだって。イスラム教徒やアマゾンの原住民とか、一人の奥さんに複数の旦那って部族もいるらしい。日本でもつい最近までおめかけさんっていたし、なんなら今でも上級国民の世界ではあるんちゃう。事実婚の妻が5人以上いる YouTuber いたやろ。結構ある。アフリカに多い。ぶっちゃけ人間の生物の特性考えたら一夫多妻のが自然なくらい。ロキシー脳破壊の瞬間とか、男は女が抱けばすっきりするとそそのかされるシーンはカットか。やむを得ずって部分がなくて、これじゃ本当にロキシーが卑しい魔族になっちゃう。もう卑しい魔族でいいだろうが。酒場での会話もないし、印象にあるところカットしてくるな。これじゃロキシーのズうずうしさ増すだろうがよ。ルディまるで成長してない。流されるままをせっせ。ロキシーの気持ちを知りながら切り捨てることを決意。エリナリーゼに言われるがままロキシーをひいき試みる。ロキシーの優しさでシルフィの返答を待ってから答えるという話を喜んで了承。ノルンの気持ちはガン無視。あ、そういうダメ主人公を楽しむアニメだ。妊娠してるかもしれないくだりもなかったな。これは OVA とかで補足が欲しいぞ。今回はロキシーとエリナリーゼの作が良かったな。親父が死んで悲しい思いしたら、妻が増えましたってなんだよ。採用が馬かこれ。事情を知らない師匠がグイグイ来る。ぐいぐい。あっちもシャミ子だったな。なんというか女の子との距離の詰め方が毎回同じだよな。弱ってるとこにつけ込むって言ったら言い方悪いけど、こういうのあんま好きじゃない。なんか作者はそういう癖があるのかな。いろんな意味で簡単じゃん。昔の映画なんかそんな感覚だから、それに影響を受けてるんじゃね。ナロー読者が少女漫画みたいな複雑な恋愛描写を望んでいないから。少女漫画の複雑ってリンゴを買いに行くって話なんでしょ。やっちゃったらダメじゃん。既婚者だって説明したの。説明してないから。ロキシーの思いを察したパウロがアドバイスしようとしていたんだがな。どんなに辛いことがあっても巨乳が抱きしめてくれたら立ち直れるしな。ロキシーのおっぱいは、まっすぐ返事して軽い女って思われなくないもんね。パウロ、お前もクズになれ。ほなら3人でもええか。父親が死んだ次の回なんですよこれ。パウロの子はパウロ。ノルンに殴られるな。親父死んだばかりなのに何やってんだこいつら。ロキシコほんまかわいい。いやしいけど。私のことが大大大好きなの展開に。まあでもパウロみたいに下半身で決めてるわけでもないんだから、まだマシじゃね。
これからはパンツを飾ってるところに本体を飾れるな。シルフィ、信じて送り出した夫が、これが寝取られ、新感覚だぞ。いや、マジただの寝取られなんよ。中身ダクネスやめい。また妹に説教されちゃうな。次週最終回で修羅場。1話に詰め込みすぎていろいろひどい。ルーデウスの心情の変化がほとんどはしょってたな。そもそも一夫再生とか、明治以降の制度定着したのは昭和からだろ。全然覚えてないけど、ロキシーとシルフィーって面識ないんだっけ。ロキシーが去ってからだな。シルフィーに会ったのは、ルーデウスがシルフィと出会ったのは、ロキシーが家庭教師を去ってからだと思う。グレイラット増えすぎ。他のグレイラットが転移事件関係でたくさん死んでるから。ぶっちゃけシルフィより妹たちの説得の方がこじれるぞ。どうせ腹違いやん。自分たち否定すんのか。シルフィはノルンを諭すのにアイシャを持ち出すからね。エリスはどこで何やってんだよ。剣心流で修行しとるんちゃうんか。原作履修者も満足のアニメ化はありがたいですね。神回すぎます。やばいロキシー強入信します。さすがにこれは。唯一の不満あるとするなら、ルディを誰か慰めてやれの会話は絶対必要だったと思うけど、ロキシーの可愛さに免じてそこは許す。想像以上に良かった神回や。ちゃんと、あなたは両親を愛してましたか。それは失ってから気づいたんだ。その大切なことを。今は前を向くしかなかった。自分のやるべきことをするしかない。だから、家族のところへ帰ろう。そんなロキシーの思いは切なく、可愛かった。かつてルーデウスを家の外に導いたロキシーと、今度は2人で家に帰る。ルーデウスが葛藤していたように、日本の価値観としては受け入れがたくとも、彼らが生きているのは文字通り異世界。それならそういう決断もありだ。彼女自身も言っていたが、ロキシーのルーデウスに対する言葉、行動、そして服装、それら全てはそういう意図を持っていたことがよくわかる。それでもそういう行為によって少しでも救われることもあるのも事実だ。一夫多妻制に関しては賛否あるだろうけど、それぞれの国や地域によるだろうから何も言うまい。何より愛してると言われた時のロキシーの表情を見たら否定なんてできない。あとはシルフィがどう答えるかだけだな。シルフィは最初こそ動揺するけど、割とすぐ受け入れてくれそう。てかシルフィはまず、ルギのなくした左手と心を案じてくれそう。いやその前に帰ってきたことに喜んでくれそう。あとはアイシャとのルンがどういうかな。まあでもパウロも同じだし。てかそもそもパウロとゼニスの話もあるし。終始泣きそうになったわ。ルディのメンタルボロボロだけど、そこに神であるロキシー降臨。ただすでに、ルディが結婚してることは知っていたロキシーが切なすぎて見てられない。エリナリーゼの言葉でクズになることに決めた。最後のロキシーの表情は神。ルーデウスの左手として、キロの間は左側で肩を担いでいたのに対して、ルーデウスに身を寄せるときは、失った左手ではない右側に座ることで、隠す気がない抱きしめてほしいロキシーの恋心。すでに妻子持ちのルーデウスの事情を把握し、互いに正当化したい気持ちには抗えない二人の距離感が良かった。エリナリーゼは知っている。ロキシーの運命の人との理想の出会い方を。それと同時に彼女はシルフィの祖母である。ここで、ロキシーの愛も、シルフィの愛も知っている彼女だからこそできる。ルーデウスへの重婚の進言だというのが、すごく合点がいく。世間的にはクズなんだけど、パウロを受け入れるという意味では、ある意味正攻法と言えなくもない。これでようやく前世の男目線の一段上からではなく、同じ穴の無地なという対等目線になれたわけで、どういうことやねん。ロキシーもシルフィと同様に、共に過ごしてきた時間に加えて、心の奥底で思い続けてきた気持ちも負けないくらい強いわけで、現実社会で考えると結構やばいですが、世界も違えば社会常識も違う。こんな解決策もあるのかとも。日本の剣、両方を大切にしろよ、といるパウロの言葉。エリナリーゼに、ロキシーをめとりなさいと言われ、最初は、不安交じりに剣、おなでてたけど、結婚の承諾はシルフィに言った後とロキシーがいい。
同じじゃんと優しくけんおなでる対比が二人を大切にするルディが見れてよい。このルディの流され方と選択を僕は責めることができない。弱ってる時に好きな女性が横にいてくれることほどありがたいことはないから。エリナリーゼがルディとロキシー2人を思って提案するのも素敵だった。シルフィは一回怒っていいからその後は許してあげて。正直こいつ落ち込んだらいつも女に慰められてんなと思わないでもないけど、すべて知った上で献身的なロキシーのけなげさがめちゃくちゃ可愛かったです。ミリス教徒以外は重婚も OK とのことなので、これはもうエリナリーゼさんの言うようにシルフとロキシー2人とも幸せにするしかないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。